Anyway, you know what we're doing this morning? We're meeting up with a group of Japanese dudes who love American cars. And they all live here in Texas. That's awesome. We're talking about some Corvettes, some trucks, some all kinds of stuff. So it should be 4 or 5 Japanese dudes with their ringleader, Yone, coming in to show us off their American cars this morning. What do you think? That's awesome. I want to see Yona's new car. Well, it's not very American, but I'll give him a pass. It is Yone, right? Yes, it is. All right, man, we're almost there. Can't wait to see him. Let's have some fun this morning despite the rain. Let's do it. Thumbs up, baby. Oh, there they are. I see some American cars and some Japanese-looking guys. That would be them, wouldn't it? Look at Yone. Nice. Look at these guys. A lot of nice little things this here. is awesome. Whoa, what did he put in the back? Is that a monkey? Does he got a monkey back there? What is that thing? I have no idea, that's man. a Honda monkey. おはようございます。おはようございます。どうも。ナイス。アメ車珍しいでしょ。アメ車の特集やるスティーブはアメリカ人だからアメ車大好きなんで、特にアメリカ人として嬉しく感じるのはこう日本にいっぱいいい車あるのに日本人としてアメ車を気に入ってアメ車に乗りたいっていう日本人が出てなんか嬉しいんだよね。それでテキサスに住んでる日本人の方々とこう友達いっぱいできてきてるんで、米さんインタラクトボートの米ちゃんのおかげなんだけれども、東さんという方がこの素晴らしい SS45 めったに見ない、特にこの程度見ないトラックがあるんで、東さんのことを紹介したいと思います。東さん、どうもおはようございます。以前お会いしたことは1回2回ほどありますよね。はい、ただこのトラックは私初めて、そうですね、今回派ですか。かっこいいですよ。まあ、知らない人も多いかもしれないんだけど、どんだけこれはレアというか、この程度ではめったにも見ないものなんですよね。長く所有しているものですか？もうそうですね、7年目かな。はい。アメリカは長いですか？長いです。21年。2年。ずっとテキサスですか？いや違います。最初ニューヨークニュージャージーで、2017年にテキサスに事務所を出したので、なるほど。ニュージャージーから乗ってきたんです。ニュージャージーからここまで乗ってきたんですか？でペンシルバニアで、オルタネーターから火吹いててどうなった？はい、慌てて火消しました。あらら。地元の、自動車屋さんのおじいちゃんが助けてくれて、はい。もうテキサス着いたらもう贈り物を送りましたけど、もうおじさんがいなかった。それ日本人の心ですよね。それペンシルバニアの田舎のところで車が壊れて、それでまたお世話になって車が壊れたことでできた友達。そうありますよね。いいですよね。僕もね往復した時やはりその自動車屋さんもう一回呼びました。やっぱりそうですよね。つながりいいです。縁があったということなんですよね。なぜこのトラックですか？何があってですね、ずっと憧れてて、で最初はエルカミーノで、その次 C10 を買って、でアメリカに引っ越してきて、で C1500 を買ったんですけど、やっぱ454が当時見つからなくて、でその後ダッチラムで、C1500 乗って、でもうまあいい年になったんでそろそろと思っていいのが出てきちゃって、それでまあ僕としてはゴール車としては。いやすごい話じゃないですか。徐々にステップアップして、やっとそのゴールずっと憧れてた車が手に入ったっていい話ですよ。全部ピックアップですね。ピックアップトラック好きです。そうですね。アメ車。そうですね。いいな。テキサスのアゲアゲが多い中では
なかなかかっこいいトラック。これね、走行距離はどのぐらい走ってるんですか？これはね、4万ちょいです。しか走ってない、はい、すごいローマイレージ。だから内装があんなにまだ綺麗だし、そうですね。これオリジナルですか？オリジナルです。これオリジナルものとしては貴重なものだと思いますが、後ろに積んであるのは何ですか？バイクのこれは方は。ですね、ここでアメリカのミニトラック、ミニバイクですね。ミニバイク、はい、エンジンを、ジャンクなので、一から全部エンジンを離して、かっこいいですよ。ありがとうございます。もっとかっこいいのはこの帽子。あ、そうですか。で、不思議なのは日本人がシブレの帽子かぶってる。アメリカ人はタットさんの帽子かぶってる。で、アメリカ人は箱スカで乗ってきた。日本人はシブレでアメ車で来た。これはね、最高。これはサムさんいいですね、本当に。じゃあ SS454。454は何ミーター ?8 ミーター 7.4 ミーターのサウンドはどうでしょうか？ OK！ アメリカの車が最高だよ。いいね。匂いも音もザ・アメリカンだな。最高。お会いできて嬉しいです。いや、ありがとうございます。また私も嬉しいです。かっこいいですよね。もうアメリカ人ですよね。カウボーイブーツからラングラーのもうテキサススタイルですよ。日本にいる時からかっこいい、かっこいいです。またお会いしましょうか。ね、よろしくお願いします。いつもちょっとスティーブ適正な感じなんだけど、サムズアップ、ザ・アメリカンだな。これは、全世界これも共通語だと思うので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。日本人の中でアメ車好きな人本当に多いですね。嬉しいです。毎回言うんだけど嬉しいです。ちょこちょこ、よくじゃないんだけどちょこちょこスティーブ適正の動画に出てくる社長がいるんだけど、一人がヨネちゃんのところにいつも行ってる社長さんなんですけど、社長はこのラム乗りですね。皆さんに紹介したいと思います。社長どうぞ。おはようございます。皆さん若い社長です。どうも。はい。雨ですね。ちょっと残念ですね。今日はちょっと残念な天気ですね。アメリカ長いですか？アメリカまだ3年。はい。好きですか？アメリカ大好きですよ。本当ですか？はい。アメリカはもうずっとテキサス？アメリカはそうですね。初めてのアメリカはテキサスですね。こっちに来て最初の印象は何だったんですか？アメリカ。血が広い。やっぱりな。はい。それですね。それにつきますね。車もでかい。そうですね。日本と違う。また違う。それで結構大きなピックアップにしたのはやっぱりアメリカといえばトラック、まさしくテキサスはそうですよね。言えばトラックですよね。はい。でやっぱりそれに影響されて自分が欲しいと。そうです。それに影響されて自分でトラックにしたいですね。なかなか日本では経験できないですよね。ぜひ買っちゃおうと。いいっすね。これ1台だけですか？もう1台ジープがあります。アメ車好きだよな。ねえ。これはアメリカ人これも好きなんですか？これも好きなんですけど、なかなかちょっと機会がないんですよね。さあアメリカ日本車乗ればもっとこれ来るかもしれないんだけど。やっぱアメ車がいいですね。アメ車がいいです。うるさくないしな。うるさい、いい意味でうるさい。そうですね。これとまた違う意味でのうるささ。失礼だよな。すごいことになっちゃったんでこの話は。私何も言ってない。何も言ってない。全部スティーブが悪いんだよな。いやでもね、社長面白い人。いつも笑顔でニコニコしているのは俺が好きなんだよね。ありがとうございます。で、これの時もさらにニコニコしていつも笑ったりしてる。そうですね。やっぱりヨネちゃんと仲いいコンビだなと思うんだよね。そうですね。出川さんとアメリカ来てから知り合ったんですけれども、いい人でしょ。よくしてくれまして、人がも全部メンテナンスしてくれて。スティーブ適店の撮影があるということで、昨日工場で何か特別にやってもらえたことが。そうですね。ちょっとこの日のために。この日のためにマフラーをちょっと見せるよりも聞かせてあげた方がいいのかな。じゃあ早速ちょっと聞かせてもらいましょう。はい。OK ですよ社長、どうぞ。ヘミーだな。エンジンは間違いなく。
い音だよね。社長、いい音だよ。これはこのままでいいんじゃないですか。これこのままでいいよ。何も戻す必要はない。全く。この後戻そうと思うんですけど。いや、もうヨネちゃんに早速話するんで、このままでいいと思います。はい、切られるまではな。ヘミエンジンですよね。そうですね、ヘミの 5.7。5.7。ヘミエンジンといえば、まだ若いから分かんないかもしれない。60年代に、まあ違いますよね。50年代にも最初にできたエンジンはクライスラーのヘミエンジンがあったんですよね。そこからやっぱりアメリカのマッスルカー時代のヘミほどかっこいいタフなエンジンがなかったんだよね。チャージャー、チャレンジャー、クーダー、やっぱりヘミのエンジンが当時のトップだったんですよね。そうですね。かっこいいですよね。今は変わらず音がいいです。音がいいですね。パワーがある。まあザ・アメリカンだな。ザ・アメリカンですよね。はい、ザ・アメリカンなのはこのトラックのこの部分だと思います。そうですね。バリバリアメリカン。バリバリのこれはね、タフだよね。男のパワーですよね。最高。いや、社長に会えて嬉しい。私も嬉しいです。友達になって嬉しい。はい。ヨネちゃん、このインタラクティブオートクラブのメンバーに、まあメンバーという関係者になれて嬉しいですよ。はい、本当に嬉しいです。また夜寿司ロバタだったっけ？そうです。いつも寿司ロバタ。はい。で、ちょっと飲んでみたいなと思う。はい。ぜひよろしくお願いしましょう。よろしくお願いします。まあ、いつもスティーブ的視点ですから、サムズアップって感じで。はい、よろしく。スティーブです。まだちょっと降ってますね。降ってるんだけど、いい車といい人が集まると、どんなに寒くてもなんか暖かい感じもします。アメ車乗りの日本人のオーナーさんの中でたった一人女性もいます。皆さんに元美さんの、ことを紹介したいと思います。どうぞ。はじめましてですよね。今日はよろしくお願いします。かっこいいトラックに乗ってますね。びっくりしましたよ。まずこのトラックはめったに見ないことっていうのがあるのと、女性がもう乗ってるっていうのがあるのと、また日本人の女性がこのアメリカンマシンに乗ってるっていうのはちょっと、まあ嬉しいですよね。本当に嬉しくこう感じます。すごくいいです。ありがとうございます。アメリカ長いですか？来たのが2009年なので、ずっとテキサスですか？テキサスです。テキサス好きですか？大好きです。日本と全然違いますよね。食べ物から車まで何でも違うんですよね。でもビッグテキサスのテキサススタイルのおもてなしってなんかあると感じませんか？優しいですよね。はい。で、なんか他の種類もテキサスで感じます。その通りですよね。私も感じました。大阪出身なんですけど、なんか大阪のフレンドリーな感じですごい似てるなって。大阪人はフレンリーですよね。元気だしな。大阪弁が。大阪で自分もよく行きますよ。そうなんですか？岸和田っていうところご存知ですか？わかります。だんじり祭りでだんじりを引っ張りましたよ。中木田の。そうです。素晴らしい。今度一緒に行きましょう。はい、楽しい。本当に楽しくて、これライトニングですよね。5.4 リッターのスーパーチャージャー付きのエンジンでめちゃくちゃ速いトラックと言われてるんです。そうです。もうめちゃめちゃパワーがあります。楽しいですか？やっぱりこれ乗って。これ以外のアメ車とかも他にお持ちですか？実はこれは私の夫のトラックなんです。私自身はピックアップトラック、ごめんなさい、コルベットに。コルベット？はい、コルベット C7。そう。でも今日は雨だから。だから乗りたくなかったんです。ごめんなさい。旦那さんのトラックで代わりに。それでいいですか？マニュアル車も乗れます？私は乗れます。かっこいいよ。トムさん本当いいね。最高じゃないですか。バイクも乗ってるんですか？カーレダックさん。ありますよね。かっこいいよ。かっこいい。それはすごくいいです。素敵ですね。本当に素敵ですね。あんまり見ないトラックなんですよね。
でこのトラックにあるエンジンはフォード GT にも使われたエンジンなので非常にパワーもある。多分ほとんどこの時代のトラックで当時も事故って廃車になったトラックがほとんどだと思う。ここまで程度のいいやつはもうあまり走ってる姿は見ないですよね。売り物ですか？売りに出そうとしているんです。車が多すぎて。多すぎて置き場所がなくなって手放さないといけない。いいオーナーさんが見つかるといいですよね。次ね。はい。珍しいトラック、これで視聴者の中でかっこいいトラック欲しい人がいれば声かけてね。一回エンジンをかけてもらっていいですか？エンジンをしたいんで、じゃあ吹かして、もらいます。少しよろしくお願いします。これは日本だしのサウンドは 5.4 リッターフォードサウンドはいかがでしょう？ OK！ いい音だよ。これは匂いもいいし、おーいいね最高。わー、匂いも音も最高すぎ。すごい音です。すごい音。マフラーのその出るところもいいんですよね。日本だしっていうんですか？日本だしも最高。お会いできて嬉しいでこす。ちらこそ。またお会いしましょう。はい、今度コルベットでドライブしたいし、はいぜひ何色ですか？コルベット。白です。白はテーマですか？気に入りの。たまたまです。たまたま、はい、このちょっとおじさん臭いかもしれないけどサムズアップっていい意味でみんなに送りましょう。じゃあよろしくお願いします。